ドラということでございまして、最近ですね、プラスビスを回すときはほとんどこのワニドラ使ってるんですけど、結構いい感じに噛んでくれてキュッといけるので気に入って使っております。金子製作所のアネックスブランドのやつですね。こちらホームセンターでも買うことができるので、興味がある方はぜひ。ちなみにですね、タミヤのこのドライバーセットもこの金子製作所の OEM 製品ですね。とりあえず気になった工具は試してみる。チャンユカです。はいドン。ということでですね、こんな感じでシャーシが完成しましたので、今回はですね、こちらの MFC02 こちらとですね、このタミヤのファインスペック4チャンネルプロポの組み合わせでどんなアクションができるのかっていう部分と、いくつか注意点を見つけたのでご紹介していこうと思います。では行く。で、この MFC02 の内容としましては、この上に乗っかってるのがまず本体ユニットですね。そしてこの一番後ろがスピーカーユニットで、このボックスの中に入ってる振動ユニット。さらにですね、今サイドステップで隠れてしまってるんですが、この内側に電源やボリュームの切り替えスイッチがついてるコントロールユニット。この4つのユニットと配線や LED などがセットになってます。で、こちらですね、めちゃくちゃ重たいんですよ。なんでちょっと重さ測ってみますか。3.2 キロ。重っ。重量感は高級感だ。ということでですね、どんな機能があるのか見ていただく前にですね、注意点を2つほどお話ししたいんですが、まずその1、デジタルサーボは使えない。やっぱりこれでしたね。説明書を見てもどこにもサーボの出力の記載がなかったので、とりあえずですね SRT の DL3020 ですね、ビッグタイヤ系で愛用してるデジタルサーボをダメ元で搭載してみたんですが、走らせながらステアリングを動かしたり、ステアリングをチャキチャキ動かすとやっぱり一瞬電源落ちちゃいましたね。で、タミヤの TSU03 に変更したら問題なく動いてくれました。ということでですね、こちらの MFC02 を使う予定があるっていう方はですね、この辺りお気をつけいただければなと思います。そしてその2、初期設定の儀式。この設定の中にですね、ティーチングというプロポのスティックポジションを読み取るための儀式がありまして、スティックを上から下、右から左、そしてトリムも同じく動かしてポジションを記憶させるっていう設定があるんですが、まずですね、これをやってあげないとプロポ操作でのアクションっていうのができなかったりします。さらにですね、この設定が一癖ありまして、説明書をじっくり見ながらゆっくり操作してるとポジションを読み取ってくれなくて、ちょっと素早めにスパスパって操縦しないと記憶してくれないんですね。で、きちんと設定が完了してないっていう場合でもエラーなので教えてくれないので、プロポで操作してもアクションが反応しないっていう場合には、このティーチングをもう一回やったりという感じでトライアンドエラーの設定になってます。で、私も最初ですね、エンジンのオンオフやハザードやライトの切り替え、そしてブレーキモードの切り替えなどがですね、うまくいかなくて、このティーチングを3回やり直してやっときちんと動くようになりました。ということでですね、今お話しした2つは説明書に記載がないので、こちらの MFC02 を使う予定があるっていう方はですね、知っておいていただくと損はない情報かなと思います。それではですね、こちらの機能の方見ていきましょう。まずですね、今はメインスイッチオンにしてある状態ですね。ということで、まずはエンジンオン。V8 サウンドですよ、これ。めっちゃかっこいいですよね。で、これですね、トラックみたいな空ぶかしモードはないんですが、疑似クラッチっていうのがついてるんですね。この右スティックの下入力がクラッチになってて、これを下げてアクセルを入れると、こんな感じで空ぶかしが可能です。さらにアクセルをふかし気味にしながらクラッチをじわじわ戻すと、こんな感じで半クラ的な動きも楽しめますね。かっこいいでしょ。で、これはですね、多分あんまりやらない方がいいとは思うんですけど、アクセル全開にしてクラッチスパッとつないだら演出しました。多分ですね、単純に ESC に負荷がかかって止まってるっていうだけだと思うので、あんまりやらない方がいいかなと思いますね。で、もちろんこんな感じでですね、アクセル操作だけでも走らせることはできるので、雰囲気を楽しむためのアクションですね。それとあとはホーン。こんな感じでちょっと可愛らしい感じの音がしますね。そしてですね、私はこの3番のボタンに振り分けしてるんですけど、ここのボタンを押すとブレーキモードっていうのを切り替えることができて、
前進ブレーキリバースからここのボタンをポチッと押すと前進即リバースに切り替えが可能なので、こういった部分はクローリングにはありがたい設定ですね。で、このユニット本体を見ていただくとたくさんスイッチがあって、主要な部分だとこのスイッチ2で音を切り替えることができます。なんか直録ターボかな、3リッターターボみたいな音に切り替えることができて、ここのぐるぐるを回すと振動のスピード、それとこっちはですね、最大出力を変えることができるので、全開にした時の速度を落として楽しむことができますね。これはですね、こういったモデルならではのあると嬉しい機能かなと思います。で、他にもですね、音量を調整したりいろいろすることもできるんですが、次に行きましょう。ちょっと LED を装着していきますね。はいということでですね、試しにライトも全部つけてみたらこんな感じですね。よいしょじゃあ。で、まだボディつけてないので一旦こんな感じでもじゃらせてみたんですけど、ボディつけつつ配線きれいにまとめるってなかなかやばそうな雰囲気してますよね。で、プロッポの方で操作できるのがこのライトの光り方の切り替えですね。まずはこれがポジションランプとテールランプがついてる状態で、ここにヘッドライトがついて、さらにフォグランプもつきます。この3段階での操作が可能になってます。で、ここにある8番のボタンを押すとハイビームになりますね。あとはハザードとウインカー出すときはステアリングも連動して動きます。で、コントロールユニットのデモモードというモードを選択すると、こんな感じでですね、かなりおしゃれに光ります。やばいですよね、これ。ちょっと先の話ではあるんですが、これさえあればですね、クリスマスのイルミネーションもこと足りるのではないかなっていう感じでですね、ライトアクションも楽しめるようになってます。ちなみにですね、このコントロールユニットで RC モードっていうモードを選択すると、通常のラジコンのような感じで音や振動なしで静かに楽しむこともできます。なので、ちょっとクソッと走らせたいなっていう時でも大丈夫ですね。はい、ということでですね、動画では語り尽くせないほどの魅力が詰まったこのマシンなんですけど、これをですね、大勢で持ち寄ってミーティング的なことしたら最高に楽しそうですよね。なので、ぜひですね、ご興味ある方は、こういったリアル RC と NFC02 ですね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。さあ、あとはですね、このボディ楽しく作っていきますよ。終わりということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃんゆかでした。